地球の国全部行く。今東京のとある駅前が日本とは思えないちょっと怪しい雰囲気、ミャンマーの店舗が多くリトルヤンゴンと呼ばれています。ここは一体どこでしょうか。私は2024年秋にミャンマーに行ってきました。軍事政権で内戦中のミャンマーですが、人々は活気にあふれ、食事も美味しく、お寺は本当に素晴らしかった。まさか東京にミャンマー化した場所があるとは思ってもいませんでした。美味しいミャンマー料理も食べてきました。ではどうぞ。ここはどこかというと、東京都新宿区山手線が止まる高田馬場駅です。近くには早稲田大学があります。まずは高田馬場駅前にある雑居ビルタックイレブンに入ってみましょう。このかなり人気が入ったビルはミャンマー化されたリトルヤンゴンの中心地、日本に住むミャンマー人たちの憩いの場所です。通り沿いには行列のできるカレーやラーメン屋などがありますね。まずは1階を歩いていくと、昼間でも怪しい雰囲気、突き当たりにミャンマー料理のレストランがありました。ノングインレイ、ミャンマーの少数民族シャン族料理のレストラン。なんとここはドラマ孤独のグルメで紹介された店です。ドラマで五郎さんはお茶っ葉サラダ、シャン風豚高菜漬け炒めともち米、さらには牛スープそばを食べていました。土曜日の1時過ぎでも店内は満席、かなりの人気店のようですね。さて2階に上がると、どの店も夜営業のようで閉まっていました。ミャンマー人はカラオケが大好き、日本とは違う雰囲気のミャンマーカラオケ店ですね。ミャンマー料理の惣菜も売っていました。2階の窓から西武新宿線がちょうどよく見えます。こちらはミャンマー料理のレストランのようです。料理の写真があるのはありがたいですね。美味しそうだけど今回はパス。さてビルを出て線路沿いを歩くと、落書きだらけで異様な雰囲気、ミャンマー語で落書きが書かれていますね。日本とは思えない感じです。米とサーカス、獣肉と昆虫料理の店のようです。入り口には昆虫専門の自販機がありました。なんだかすごいです。階段を上ると名物の獣鍋のポスターがあります。エビ鍋、カラス鍋、タヌキ鍋。カラスは食べたくないな。食べログを見ると昆虫の盛り合わせなどもあるようです。びっくり。ちなみにタイ・バンコクのナイトマーケットに行くといろいろな昆虫が売られています。サソリが一番人気のようですが、他にもいろいろな昆虫が売られていて、かなりグロかったです。さて裏道を歩いていると、ゴミを漁るドブネズミが出てきてびっくり。東京でも昼間からネズミがいるんですね。U ターンして線路沿いの店を見ながら歩いてみましょう。で、ここはもう飲み屋になってんだね。飲み屋、ミャンマー語です。カラオケって書いてあるんだろうね、これね。なんかさっきのネズミ見た直後にちょっと食べづらいな。いろいろあります。ミャンマー料理のお店、春。美味しそうは美味しそう。本場ミャンマー料理、ヤンゴン。もうなんかこの辺は本当にミャンマーって感じ。行ってみます。やってないね、昼は。やってないっす。まずはちょっと奥まで行ってみますか。静岡のおでん、立ち飲みおでん、ガッツ。なんでガッツなんだろう。これもまたなんか、すごいな。夜7時から朝5時まで。アデイクション。何のみ、って書いてある。なんか怪しいっす。これ、イタリア？メキシコ？二郎系カレー。美味しそう。DVD 鑑賞、なんか今時こんなお店もあるんだ。なるほど。で、行き止まりなんだね。川に突き当たりました。駐輪場でも月3300円ってやっぱすごいね。新宿区はやっぱ高いな。竹がこう切ってあるね。なるほど、こういう感じで竹林があって、エスパルス、清水エスパルス、
静岡おでんで清水エスパルスなんだ。さて、ガード下をくぐると、壁には鉄腕アトムなど手塚治虫のキャラクターがたくさん。手塚プロダクションのオフィスが高田馬場にあるので、駅の発車ベルは鉄腕アトムの曲になっています。さて、ガード下をくぐって栄通りにやってきました。この通りは飲食店が多いですね。日本の店が多いですが、ところどころミャンマー料理店があります。お腹が空いたので、この地下にあるミャンマー料理店に入ってみました。店内のお客さんが全員ミャンマー人というのがいいですね。きっと美味しいのでしょう。期待できます。ミャンマーで食べた美味しい料理ベスト12の動画があるので、よかったらご覧ください。ミャンマー料理といえばヒン、ミャンマーカレーのことです。カレー以外にもいろいろなお惣菜がおまけでついてくるのでお得。最高です。いろいろな種類のカレーがある中、珍しいヤギ肉のカレーにしてみました。ミャンマーカレーのヒンは油戻し煮という調理方法で、玉ねぎをスパイスで炒めてメインの具材を加えて油で煮込み、水分を蒸発させて具の表面が油で覆われるように仕上げます。油まみれのカレーは年中蒸し暑いミャンマーの気候でも腐りにくい工夫なのです。少し待つとミャンマーカレーが到着。ヤギ肉のカレー、ライス、そしてサラダやスープ、その他おかずがいろいろあります。カレー以外はおかわり自由。ご飯が食べ放題は嬉しいですね。まだおかわりを頼んでいないのに追加のご飯を持ってきてくれました。日本米とは違い水分少なめのライスですが、油が多いミャンマーカレーとよく合う。めちゃうまです。これで1200円はなかなかお得だと思います。お隣の席には特定技能としてミャンマーから日本に働きに来ている女性たち、東京の工場で働いているのだそうです。麺類とかいろいろオーダーしていました。美味しいミャンマー料理を堪能していましたね。カレーの後に緑色の料理を持ってきてくれました。これはミャンマーのデザートシュエインエー。ココナッツミルクに緑の麺、ゼリー、パンなどを加えます。ここではゼリー、タピオカみたいなのが入っていました。かなり甘かった。これぞミャンマーのシュエインエーです。いやー、日本にいながら本場のミャンマーカレー最高でした。お腹もいっぱいになって最後に向かったのは在日ミャンマー人の駆け込み寺 JMCC です。神田川を渡ると消臭剤、防虫剤で有名なエステーの本社があってびっくり。さらに変わった外観の東京中央チャーチ、教会を通り過ぎると西武新宿線の踏切がありました。踏切を渡ると行列のできるラーメン屋さんが。高田馬場駅近くまで戻ってくると一見住宅用のマンションですね。古いエレベーターで4階まで登るとマンションの一室にありました。日本ミャンマーカルチャーセンター JMCC です。 JMCC は2002年に設立され、在日ミャンマー人たちに日本語を教え、相談にも乗る在日ミャンマー人たちの駆け込み寺。所長のマヘーマーさんは高田馬場のリトルヤンゴンで彼女を知らないミャンマー人はいないと言われるほどの有名人。理事長の落合さんが支えます。今は水曜日と土曜日のみオープンしており、ミャンマーの実情、最新情報についてお聞きしました。私の知らない情報を教えていただき感謝です。日本人にはミャンマー語講座を開設しているので今度習いに行こうかな。いやー、高田馬場はミャンマー人が集まる街となっていて驚きました。2021年2月、ミャンマーが再び軍事政権になってから4年が経ちました。日本語を勉強して日本で働きたいというミャンマー人は増えてきていて、在日ミャンマー人は11万人を突破しました。ミャンマーの若者にとって一番人気の国は日本です。多くの若者が日本で働きたいと日本語を勉強しています。家族へ仕送りのために日本に移住して働く。日本人がやりたくない介護や工場勤務など勤勉なミャンマー人たちは今では日本で貴重な人材となっております。私は今後もミャンマーに足を運んでミャンマーと日本の架け橋になりたいと考えております。以上、ご視聴ありがとうございました。